こんにちは、内海あさです。本日は編み物とは関係のない動画で恐縮なのですが、大阪万博に行ってきましたので、その様子を Vlog でお届けします。本日の動画の流れはこんな感じ。訪れたのは4月19日の土曜日です。いつも通りタイムスタンプを作ってありますので、ご興味のあるところからご覧ください。なお、パビリオン内部の映像も映しておりますので、ネタバレを気にしない方のみご覧ください。また、この動画は万博の規約にのっとり、収益機能をオフに設定しております。それでは動画スタート。私は東ゲートの10時入場枠を予約していました。友人と相談して8時50分には夢洲駅に到着。10時枠で予約しましたが、早めに到着したことも功を奏して、9時50分にはセキュリティチェックを済ませて会場内に入ることができました。会場内の至るところに古脈のアートがあって可愛い。東ゲートの脈々像はとにかく大人気。たくさんの人に囲まれて近づくのも困難なレベルでした。初めて見る大屋根リングも圧巻でした。早速登りたいところではあったのですが、まずはお土産をゲットするという使命があったので、一旦お預けです。会場内には給水スポットがいくつかあり、水筒を持っていけば水を注ぐことができます。ゲートに並んでいる間、喉が渇いたのでとてもありがたいです。そんなわけで西ゲートのお土産屋さんに向かいます。歩いていると脈々のマンホールや可愛い休憩所、カビゴンや車椅子のオブジェなどがあり、歩いているだけでワクワクしました。西ゲートのお土産屋さんでは、近鉄ストアで念願の脈々豆皿を購入しました。こちらは大人気で品切れの情報もあったのですが、ゲットできて本当に良かったです。その他の職場に持っていくお菓子のお土産とかは、近鉄ストアの来場者限定オンラインストアで買いました。続いて向かったのはスイス館のハイジカフェです。実は裏技があって、ハイジカフェは11時より前に行くのがおすすめです。というのは、ハイジカフェのフード提供は11時からスタートなのですが、ドリンクだけの利用だと伝えると、フード待ちの列には並ばずに中に入れてもらえるんです。なので私たちは10時50分にハイジカフェに到着し、待ち時間なしでドリンクだけ楽しみました。私たちが訪れた時点ですでにハイジカフェの待機列は2時間待ちだと言われていたので、素敵な空間で雰囲気だけ楽しみたいという方は11時前に行ってドリンクのみ利用するのがおすすめです。スイス館を出た後はシグネチャーパビリオンぬるぬるの整理券を取りに行きました。結果として整理券はゲットできなかったのですが、たまたま落合陽一さんがパビリオンの前にいらっしゃってちょっとラッキーでした。ぬるぬるは諦めて近くにあった命の遊び場クラゲ館を訪れました。建物の周りには触手みたいなものが生えていて、触るとブルンブルンします。地下にある命の根っこという場所は予約がないと入れないみたいなんですが、地上部分の命の揺らぎ場はこんな感じで並ばずに楽しむことができます。クラゲ館の後はブラジル館に行きました。ポンチョがもらえるという噂を聞いていたのですが、この日は配っていない様子でした。ちょっと並びましたが、開店はめっちゃ早かったです。ブラジル館では外にドリンクスタンドがあって、コーヒーなどをいただくことができます。まあまあいいお値段がしますが、カフェラテはめっちゃ美味しかったです。歩いていたらウォータープラザで噴水のパフォーマンスをやっていました。毎日11時から16時の毎時0分から5分間やっているショーだったみたいです。近くにはラプラスもいました。かわいい。その後は少し歩いて予約していた大阪ヘルスケアパビリオンへ。このようなリストバンドが発行されて、機械にかざすことでいろんな体験ができます。私が体験したのはリボーン体験コースで、測定した健康データをもとに25年後の自分と出会えるというものでした。測定するシーンは動画を撮り損ねたんですが、25年後の自分との対面はこんな感じでした。未来の自分と対面した後は各企業のブースがあります。セブンイレブンのブースでは自分に合った食料品がもらえました。私は乳酸菌飲料がもらえました。次の電力管の予約時間が迫っていて、かなり急ぎ足で回らなきゃいけなかったのが悔やまれます。リボーン体験全体で2時間以上は時間を見ておくのが良いと思います。大阪ヘルスケアパビリオンは万博のテーマにも一番合っている感じがして、
未来を感じるすごく面白いパビリオンでした。電力館は当日登録で予約することができました。当日登録は会場に入ってから10分経たないと予約することができないので、いかに早く会場に入るかが勝負の分かれ目になります。電力館では卵型デバイスとともに進みます。好きな色の卵を選べるのですが、この時点で私はかなり楽しかったです。私は黄色の卵を選びました。その後、ちょっとした説明映像をみんなで見て次のエリアへ進みます。卵にいろんな可能性を貯めるというストーリーでした。いろんな発電方法を学ぶことができて、卵に可能性をチャージできる黄色い輪っかがあります。可能性をチャージすると卵がいろんな色にピカピカ光ります。この仕掛けが単純なんですが、すっごくテンション上がります。いろんなミニゲームがたくさんあって、30代4人で行きましたが、めちゃくちゃ白熱しました。とにかくすごく楽しかったです。遊べる時間は約15分で、時間が経つと卵が白色に何回か光ります。私たちはまだまだ遊びたかったので、気づかずにミニゲームの列に並んでしまったのですが、スタッフさんに卵に可能性が十分溜まったみたいなので次に進めますよと声をかけていただき、その世界観を壊さない声掛けに感動しました。もう時間なので次に行ってくださいとか言われたらしょんぼりしちゃいますが、卵に可能性が十分溜まったって言われると明るい気持ちで次に進めますよね。その後は少し映像を見た後に輝きエリアで光の演出がありました。これが本当に綺麗でめちゃくちゃ感動しました。チームラボとかが好きな人はすっごく楽しめると思います。お子さんはもちろんですが、大人でもめっちゃ楽しいパビリオンでした。結果としてこの日訪れた中で一番楽しくておすすめのパビリオンになりました。体験が終わると卵型デバイスを返却することになるのですが、すでにかなり愛着が湧いていたので卵との別れがかなり辛かったです。電力館を出た後は少し歩いてイタリア館に向かいました。植栽とかもすごく素敵だったので、お庭好きの方も楽しめるのではないかと思います。イタリア館は万博公式の予約とは別で外部サイトで予約をしました。予約方法はノートで解説したので、気になる方は読んでみてください。イタリア館は展示されている美術品が目玉です。これは古代ローマ時代、西暦2世紀の大理石彫刻、ファルネーゼのアトラスです。日本での展示は初めてのことらしいです。他にもバチカンのスペースにはカラパッチョの名画、キリストの埋葬もありました。あとはレオナルド・ダ・ヴィンチのアトランティックコードの素描も置いてあります。私は文化史や美術史に疎いのですが、これだけで万博のチケット代の元が取れると話題になっていますよね。目玉展示の他にもいろんなものが展示されているので、美術館とかが好きな方はすっごく楽しめると思います。イタリア館の後はさすがにお腹が空いたので、何か食べ物が欲しくてさまよいました。結局セブンでよくねってなったので、万博会場内のセブンイレブンに行きました。かなり混み合っていましたが、おにぎりとミルクティーとピザを買いました。セブンカフェでコーヒーは全国的に楽しめると思うのですが、紅茶マシンのメニューが楽しめるセブンはまだ少ないので、今回の万博で楽しめて嬉しかったです。私はアールグレイのミルクティーを注文しました。ピザも店内で温めて出してくれるので、少し待ち時間はありましたが、未来のコンビニを感じられて楽しかったです。ちなみにこの時点で16時を回っていたのですが、すでにかなり疲れ始めていて、ベンチでご飯を食べた後、しばらく休憩しました。休憩の後は待望の大屋根リングに登りました。エスカレーターやエレベーターでリングの上に登ることができます。大屋根リングからの景色はこんな感じで、会場全体を見渡すことができます。私たちは海側で登ったので、海もしっかり見られました。大屋根リングの上にはお花などの植物も植えられていて、ネモフィラが咲いていました。これから10月までの間に咲くお花の種類も変わっていくんだろうなと思います。約半周大屋根リングの上を歩いて移動して、ポルトガル館のそばのエスカレーターで地上に降りました。ちょうど夕方くらいだったので、
暑すぎず寒すぎず楽しむことができました。昼と夜でも見られる景色が結構変わると思うので、いろんな表情を楽しめると思います。フランス館はすごく人気でたくさん並んでいるように見えると思うんですが、回転もすごく早いので3、40分ぐらいで中に入れるおすすめのパビリオンです。中にはルイ・ヴィトンによるワードローブトランクの展示がありました。中央にはオーギュスト・ロダンの彫刻が置いてあります。隣接する空間にはトランクのスフィアがありました。トランクのスフィアが何なのかは私にも分かりません。中庭には樹齢1000年を超えるオリーブの木が植わっています。この空間はワインの樽を表していて、真ん中のオブジェはブドウを表していると近くの子供が話していて驚かされました。ディオールによるブルー、ホワイト、レッドのバースーツなるものの展示です。さらには白いドレスの展示もありました。約400点の白いトワルの展示は圧巻でした。すごく可愛かったです。私はハイブランドへの憧れがある人間なのでかなり楽しかったんですが、夫や友人は特にそういった憧れがないため結構あっさりとした反応でした。展示自体は楽しかったみたいなんですが、どちらかというと展示エリアの動線の良さに感動しているような様子でした。フランス館を出た後は少しだけ時間があったので、東ゲート付近の大丸松坂屋百貨店を目指したのですが、18時過ぎの時点でかなりの大行列でした。日本館は7日前抽選で当選して予約することができました。抽選の極意など事前準備にまつわる情報は別途ノートにまとめていますので、よかったらそちらも読んでみてください。日本館は循環をテーマにしたパビリオンでした。生分解性プラスチックの紹介とか発酵に関することとか、割とお固めの内容かなとは思いました。建物がすごくかっこよかったです。目玉は火星の石です。ちっちゃいかけらには一応触ることができて、大きい石は写真とか動画が撮れるようになってました。夫はかなりロマンを感じたみたいで喜んでいました。あとは藻についても展示がありました。モノキティちゃんがたくさんいて可愛かったです。藻が吸収する CO2 の量が杉の14倍とか、同じ量の水で藻が生み出すタンパク質は牛肉の50倍とか、知らないことだらけだったので面白かったです。あとはモノカーテンとかもありました。映え空間ではあるのかとなりました。そんなわけで日本館を出ましたら、近くにポケモンの御三家がいました。万博会場内にはこんな感じのポケモンフォトスポットが7カ所あるようです。通りすがりにアラブ首長国連邦のパビリオンによりました。夏目足の柱がたくさん立っていて面白かったです。途中にあったコモンズ B と C ではスタンプを乱獲して脳汁がすごく出ました。そんなこんなで予約していたオーストラリア館に来ました。森の中を歩くみたいな感じです。夜でしたら予約がなくても全然入れそうな雰囲気でした。この中に動物が6匹隠れているよって言われたんですが、私たちは3匹しか見つけられませんでした。一体どこにいたんだろう。森を抜けるとたくさんのビジョンに囲まれる空間があります。そこではグレートバリアリーフの映像とかオーストラリアの自然豊かな映像が流れていてすごく素敵でした。こういった映像でもその国の雰囲気を感じられて良いですよね。オーストラリア館を出た後はたまたま前を通った夜の地球パビリオンに行きました。輪島塗の大型地球儀が展示されているパビリオンです。ただこの辺りでさすがにヘトヘトすぎて、たまたまミュウを見つけた時はものすごく感動しました。そんなわけで夜にはドローンショーとかも見ることができて嬉しかったです。ドローンショーの動画は撮り忘れましたが、本当に大満足の一日でした。万博を出てからは夫と居酒屋でご飯を食べた後ホテルに帰りました。私たちは AB ホテル大阪堺筋本町というホテルに泊まったのですが、早割で予約したら2泊2人で26,000円だったのでお得に感じました。何よりありがたいのが大浴場と朝食がついてくるところです。特に大浴場は万博で3万歩以上歩いた疲れを癒すのに最高でした。概要欄にリンクも貼っておきます。その他万博に関する記事をブログで公開していますので、予約の極意とか持ち物なんかはそちらを確認してください。
すでに結構読んでもらえているみたいで嬉しく思ってます。そんなわけで長くなってしまいましたが、万博大満喫 Vlog でした。すごく楽しかったです。この動画がこれから万博に行く人や、万博には行けないけど本当は行きたかった人の助けになれていれば嬉しいです。普段は編み物に関する動画しか上げていないので、万博に関する発信はこれっきりになります。編み物にも興味があるという方がいらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録をお願いします。その他の方は高評価やコメントをいただけると嬉しいです。それでは、内海朝でした。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。楽しんでもらえたらぜひ高評価とコメントも待ってます。また次の動画でお会いしましょう。